どうも皆さん、カイトです。スクールシリーズアクション魔女と66のキノコというゲームをご存知でしょうか？こちらは2020年11月7日に Steam、2021年1月7日に Nintendo Switch でリリースされました。早速全キノコ獲得しての完全クリアしたんですけど、値段が安すぎるが満足度が非常に高いメトロイドマニアでしたね。スクールシリーズとして発売されている今作なんですけど、細かく作られている探索とアクション要素で、さらには兄を救うため果敢に魔女まで向かう姿はかなり面白かったです。今回は魔女と66のキノコというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですが、魔女っ子系メトロイドバニアアクションになります。活発に動きまくる女の子を操作して森から遺跡、そして水中、氷の世界などを冒険していきます。場面を進めていくことで序盤からバンバンスキルを覚えていく。一回も使うことがない回避から剣による上下アッパー、癖がありすぎる弓からの最初から最後まで強すぎるほぼこれしか使わなかった鎌などを覚えていきます。マジで鎌が有能すぎて火力も合わせてこれだけでいける。2段ジャンプはなぜかほうきに乗ってるワンクッションという癖がすごいです。左上が収集アイテムのキノコの得得数で、その隣がマネー、そしてハートが HP ですね。戦闘に関しても距離を測りながらの攻撃というよりは鎌の範囲が広すぎなんで、安全かつ確実にダメージを当てて倒せるのがほんまにいいです。ステージのボスも童話をモチーフにしたタイプが多いんで、7人の小人とか白雪と紅バラとかのオマージュもふんだんに味わえますね。次にストーリーを説明すると、魔女に囚われていた兄弟でしたが、暖炉に薪をくべているところに隠れていた兄がジャンピングヘッドバットで押し込みます。倒せたと思いきや灰になっても邪悪な魂はそのままでした。その魂が隙をついて襲いかかろうとした瞬間、妹をかばった兄が体を乗っ取られてしまい、その場を去ってしまいます。妹は落ちている魔法の帽子を拾い兄を助けに行くっていうお話ですね。そしてこのゲームの魅力なんですが、1、案外サクサク進めるメトロイドバニア。結構迷いがちになるのが探索ありきのメトロイドバニアなんですけど、なんとなく進んでいったら大体合ってるのが魔女と66のキノコ。石などで立ち塞がってた場所などはスキルの剣による突破で容易であり、ギミックについてはここら辺で弓だろうと感じたら大体合ってます。このいい感じのサクサク具合がプレイしやすかったかなと。武器は5種類で当然強化可能で、青い宝石を5つ使っての最大値まで上げるとブーストがかかります。こうなった瞬間に無双できるかなと。釜に全振りをしてからの刃の波動打がほんまに強いんですよ。条件が分かんなかったんですけど、たまに多段ヒットします。探索もマップ画面から簡単にできるのと、それに加えての途中でのファストトラベル、敵が硬いながらもなかなか歯応えある戦闘やボスよりも厄介な雑魚敵など、この系統好きなら間違いなく面白いと感じ取られました。2、レトロ調のドット絵が心地いい。スクールシリーズでのドット絵はおなじみなんですけど、結構な作り込みされているのが伝わりました。隠し要素を含めてギミックのこだわり、さらには収集アイテムのキノコ探しなどこだわりまくってますね。個人的には猫変化が途中で可能なんですけど、これがマジで可愛くて癒されるんですよ。でも動きの癖もこちらが強いのが難点です。通常ジャンプはマシなんですけど、ハイジャンプのタイミングが非常に慣れるまでシビア。動き自体は癒されますが、ラストチョイスでの猫で一周イベは過酷でした。クリアした時は感無量でしたが、とにかく定価660円としてはなかなかのボリューで大満足。3、クリア時間は5時間ほど。キノコを全て得得してからのクリア時間は5時間ほどでした。ストーリーだけで目指すのであれば4時間ほどでいけるかなと。でも全部集めたいコレクター魂が絶対出てくるんで、メニュー画面で得得してないキノコの場所のヒントを教えてくれるんでありがたかったですね。またどこか行く場所が不明になった場合も、入り口の魔女の家のカラスが行き先のヒントをくれるのも頼もしかったです。何はともあれいろいろな親切設計が一番やりやすかった。以上になります。魔女っ子になって兄を救いに行くメトロイドバニア、魔女と66のキノコ。一見とっつきにくそうなスクールシリーズですが、プレイしてみると意外にもクリアまでサクッとしてしまう。よければ皆さんも釜でバッサバッサと粉みじんにしてみませんか？きっと氷の世界の敵の鬱陶しさにコントローラーを投げてしまいますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも
参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。